い感じに遠隔操作できています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は遠隔芝刈り機を作ってみようと思います。簡単に遠隔操作できる便利な兵器にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは遠隔操作用のタイヤ作りからですね。速すぎるとうまく操作できないので、モーター本体の周りにプラスチックのかけらをぐるっとつけて、なるべくスピードが出ない小さいサイズのタイヤにしました。ゴムではないのはスムーズに旋回するためですね。こちらを2つこんな感じで組み合わせることで、右側と左側どちらから電気を流すかで回転方向が変わるようにしました。これで前後に進めるタイヤはできたので、次は左右に旋回するためのタイヤを作ります。こちらはスムーズな旋回を実現するために、こんな感じでベアリングを組み合わせた横方向に自由に滑るオムニホイールを作りました。こちらも回転方向を変えられるようにして前輪として使うことで、こんな感じでどこから電気を流すかによって前後左右好きな方向に移動できるようになりました。そして遠隔操作のための仕組みとしてドローンを2つ角度を変えてベアリングに取り付けます。ドローンは私との位置関係によって移動しようとして傾くので、それを利用して遠隔操作しようというわけですね。早速固定を解除して試してみると、3人しかないせいでバランスが悪く傾いてしまいます。ドローンの力も影響してるみたいですね。そこで前輪の左右に補助輪をつけてもっと安定させてみましょう。そうすると、安定しましたが、うまく操作できていませんね。これはドローンはランダムに動き回るので、私との距離だけで制御するのは難しいからだと思います。そこで普通のドローンではなく、自爆ドローンに交換します。自爆ドローンは直線的にプレイヤーを追いかけるので、普通のドローンより素直に傾くはずです。でも近づくと爆発するので注意ですね。うまく爆発させずに固定を解除すると、しっかり私の動きに連動して遠隔操作できています。私のいる方向と逆に逃げるように動く感じですね。さらに補助輪の位置を調整してバランスを良くすることでスムーズな動きになってくれました。これで遠隔操作部分は完成ですね。次は芝刈り機の部分です。こちらはシンプルにドローンの能力で回転するタングステンの刃を4つ取り付けました。早速固定を解除して試してみると、傾いて落ちている物体と接触して壊れてしまいました。気をつけて固定を解除すると、今度はちゃんと動いてくれました。こちらを遠隔操作して奥にある木を攻撃してみましょう。途中で小麦を切って大きく反動を受けました。それでも倒れずまだ攻撃できるので、そのまま奥の木を狙ってみると、よし、45,307ダメージを与えて木を破壊してくれました。しかし、そのせいでタングステンの刃が折れたのか、機体が振動して操作しづらくなってしまいます。そこで、安定感を増すために重りを追加して、タングステンの刃も最小サイズのものを複数組み合わせて付けることで、多少壊れてもバランスが取れるようにしました。これならどうでしょうか。スピードは遅くなりましたが、その分操作がしやすいです。そして奥の木まで誘導して木を切り倒しても大きくバランスを崩すことなく攻撃を再開できます。そのまま移動して2本目の木を破壊してもまだまだ大丈夫そうです。
そのまま草も攻撃してカメラの方に戻ってきましょう。いい感じに遠隔操作できています。でも近づきすぎると爆発するので注意しましょう。扱いやすいように一枚の大きなスライムの板で必要な部分を固定しておくことにしました。これなら固定を解除するまで勝手に爆発しませんし、一箇所固定を解除するだけで使えるので便利です。操作しやすいですし、離れたところにある敵を自由に攻撃できるので、かなり優秀な武器になったんじゃないでしょうか。早速古代のロボットを狙ってみると、近づかせることさえできれば簡単に破壊できました。くるくる回っている刃が壊れた破片にも当たっているのか、派手な爆発が見れるのもいいところですね。ではいつものように巨大な木から狙っていきましょう。一発当てるだけでは倒せませんが、一度距離を離して回転数を上げて再度突撃することで切り刻んで破壊することができました。自分の手を汚さず硬い相手でも倒せるのでかなり強いと思います。ドローン工場の壁を狙ってもゆっくりじわじわと接近して一撃で破壊することができました。レーザーの射程外から攻撃できるので施設の破壊にはちょうどいいですね。風力発電機を狙ってもゆっくりじわじわ近づいた後、一瞬で大ダメージを与えて破壊完了です。それでは次はこちらの雑魚キャラの大群を狙って遠隔芝刈り機で攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。これくらい軽い相手ならバランスを崩すことも歯が折れることもなく順調に倒していけています。そのままじっくり操作して切り刻んでいくことで全ての雑魚キャラを破壊し尽くすことができました。遠隔操作の精度がいいので狙ったところにかなり正確に誘導できます。ちなみに私の視点だとこんな感じです。こうやってスライムを外すと遠隔芝刈り機が動き出します。動き出した後は左右に体を動かすことで芝刈り機の進行方向を決められます。まっすぐ進ませるのは難しいので左右小刻みに方向を変えないといけないのは少しめんどくさいですが、狙った方向に進ませて雑魚キャラを切り刻むことができました。でも近づきすぎると当然爆発するのでそこは注意ですね。それでは最後はイエロースライムに効くように銀の歯を高い位置に追加したらこちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。いきますよ。突撃。しっかり誘導して歯を当てることはできましたが、そのまま壊れてしまいました。気を取り直してもう一度。よし、今度はダメージを与えてもこっちは壊れていません。もう一度近づいてさらに追加でダメージを与えることもできました。そのまま倒しきれるかと思いましたが、弾かれて爆発してしまいます。派手な壊れ方ですね。今度こそ倒せるように慎重に近づいて攻撃していきます。弾かれて体勢を崩した時も手で体勢を整えて攻撃を続けていきましょう。そうすると、やったー !4869 ダメージ巨大スライムを倒しました。十分な回転速度だったおかげでちゃんと効いてくれましたね。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれた遠隔芝刈り機さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。
面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー